こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今回はですね、先日ちょっと山歩きを、しに行くということで、車中泊して、で、朝早くに山に行こうかなって思って行った場所でですね、たまたま天気が良くて、予報では夜中も曇りの予定だったんですけれども、現地着いてみたらたまたま天気良くて、これ天の川撮れるかなということで急遽撮ってきたんですね。で、どのカメラで撮ったかっていうと、このライカの SL2S でレンズもこの、ズームレンズ 24mm から 70mm の F2.8 のレンズで撮ってきました。で、まず私基本的には天の川の撮影はタイムラプスを撮りますんで、そちらの方のをご覧いただければというふうに思います。ちなみにですね、前尺40秒ぐらいの尺で撮ってるんですけれども、いろいろちょっとセッティングしながらやってたんで、使える部分が10秒ちょっとぐらいなので、その部分だけちょっとご覧いただければというふうに思います。ということでご覧いただいた内容になるわけなんですが、普通のね、天の川のタイムラプスと言われればそうかもしれないんですけれども、今回ですね、初めてこのカメラでライカの SL2S で天の川を撮ってみたんですけれども、ちょっと驚いたというか、いつもはソニーの、カメラで撮っていて、で普通に撮って、LR タイムラプスとか使ってタイムラプスに生成してるんですけれども、今回ですね、撮っていた時からちょっと気になったんですけれども、改めてですね、このライカのなんていうのかな、カメラの凄さというかを感じたんですね。で、何かっていうと、普段ソニーのカメラで撮っている時の設定に近い設定で撮っていて、でもちろんその現場に合わせて、環境に合わせて、セッティングを変えたりするんですけれども、それでもですね、なんていうか、こう撮影されてるデータがソニーと全くそのニュアンスが違うというか、正直言うと、シャッタースピードはもうあまりゆっくりできないので、今回は12秒の長時間ロコで撮ったんですけれども、15秒とかにしちゃうともう星がちょっと流れちゃうんで、12秒が最大の長さで、もちろん赤道儀とかは持って行ってなかったので、その、長時間ロコ時間で撮ったんですけれども、でそうなってくるとよりもっと明るさを、明るくしなきゃいけないなっていう部分で ISO を上げていくことになるわけなんですが、ですね、設定できる ISO を高めにするとやっぱりどうしてもノイズがひどくなってしまうので、いいところで抑えて、ここら辺が限界かなっていうところで撮って、正直言うと撮ってる時はちょっと暗めに撮れちゃってるかなっていうことで、いいのが撮れればラッキーかなぐらいの感じだったんですけれども、持って帰ってきて Mac で生成してる時に驚いたのが、正直言うとあんまり明るく撮れてなかったんですけれども、調整でですね、かなりいい写真に仕上がったかなっていうことですね。で、それはソニーのカメラで撮っても一緒でしょっていうことなんですけれども、確かにそうなんですけれども、ソニーで撮ったデータよりも調整幅がものすごくある印象を受けたんですね。っていうのが、星っていうのは当然輝いている光の部分なので、それがしっかり記録されているっていうのは大前提だとして、天の川のこのモヤモヤモヤっていうしたところも基本的には星の集まりが、ああいう風に地球からは見えるっていうことになるんですけれども、そこの光もしっかり捉えてるんですね。で、それとは反対に、夜空の暗い部分っていうのは明るくては困るので、編集の時にだいたい暗く落としていくんですけれども、撮った段階で暗いのでほとんどそのまんまで大丈夫だったかな。つまりどういうことかっていうと、
夜空の暗い部分はほぼそのままで、星空がしっかり光を捉えて明るく撮れているっていうことで、大きく編集する必要なかったんですね。もう最初から綺麗に撮れてるっていう状態だったんですね。でこれは天の川撮られてる方だったらよくわかると思うんですけれども、基本的にそんなことないんですよ。天の川撮影したらもうパソコンなりで編集するのが大前提なんですね。でその編集する内容としたら、もちろん明るさコントラストをつけたりとか、色合いを整えたりとかもあるんですけれども、とにかくソニー機で撮ったりする時は明るめに、もう画面が白く見えるぐらい明るく撮って、で暗いところを一気に抑えていって、明るいところを残しつつ暗いところを落としていって、コントラストをつけて天の川をあぶり出すようなイメージで現像するんですけれども、ライカで撮ってるともうその必要がないとは言えませんけれども、その部分をちょっと強調してあげる部分はありますけれども、最初からですね、ご覧いただいたような雰囲気でイメージで撮れているっていうところにかなり驚きましたね。やっぱりライカのカメラの光の捉える性能というか、写真として光をしっかり捉えて、それを絵にしていくよ、作品にしていくよっていうキャラクターがもろに現れたのかなっていうふうに思いました。ものすごくですね、何年か天の川を撮っていますけれども、かなり驚きました。こういう撮れ方するのはなくて、ソニー機でも勘どころを得られればある程度簡単とは言わないですけれども、比較的こうやれば撮れるよねっていうのがあるんですけれども、なんていうんですかね、そのデータ量の豊富さっていうんですかね、光をしっかり捉えることの重要性みたいなのも改めて知らされた感じもしますし、何よりももう豊かなデータ量に驚きましたね。光を捉えるっていうのはもちろんね、フォトグラフのフォトっていうのはね、フォトンっていう光っていう意味の言葉にグラフ記録するっていうところの造語ですから、でフォトグラフ、つまり光を記録するっていうことが写真っていう意味ですから、それは当たり前のことかもしれないんですけれども、改めてそれがしっかり備わっているカメラがライカのカメラっていうことなのかなというふうに改めて実感しましたね。そういう部分を考えると、やっぱりカメラによって光の捉え方、どう表現するかっていうところの、キャラクターの差みたいなのがあるのかなっていうことを改めて知らされました。なのでライカのカメラで天の川撮られる方がどれぐらいいらっしゃるか正直言うとわからないんですけれども、私は初めて撮って、かなり驚きましたし、感動しましたね。本当に素晴らしかったですね。で実はもう一つ、これもかなり驚くことがあったんですけれども、最近の iPhone、かなり性能がいい、特にカメラに関しては性能がいいっていうのはもうどこの記事を読んでも分かる通りで、特に、夜暗いところでの撮影、ナイトモードは、本当に綺麗に撮れるということで評判高いんですけれども、試しにですね、私が使用している iPhone は、iPhone 12 Pro なんですけれども、一緒に行ったパートナーがですね iPhone の、13 Pro 13 Pro を使っていて、試しにですね三脚に据えて天の川を撮ってみたんですね。撮れるわけないだろって思いながら、で撮ったらこれです。どうですか？もちろんですね、こういうしっかりしたカメラで撮るものとは全く例えば解像感だったりとか綺麗さだったりとかっていうのは全然比較にならないですし、ちょっとね筆で描いたかのように塗りつぶされてしまってるので、これを成形写真、天の川の写真って言って、いいかどうかっていう疑問もなくはないんですけれども、でも明らかに天の川が夜空に浮かんでますよね。これちなみに取って出しです。これはねちょっと驚くべきことかなっていうふうに個人的には思ってます。しかも
これを撮影した時のアプリは特殊なカメラアプリを使ったわけではなくて標準のカメラアプリを使いました。で、強いて気をつけた点といえば、iPhone の最近の iPhone、特にプロシリーズだとカメラが3つあると思うんですけれども、その真ん中1倍のところのレンズで撮りました。多分このレンズが一番明るいんだと思うんですけれども、そのレンズで撮りました。で、標準のカメラアプリでフォーカスをどこに当てるとか一切設定なしで三脚に載せたら、皆さんがよく使ってる写真を撮るシャッターボタンをピッとやっただけです。で、自動的に、夜空の暗さをキャッチしてナイトモードに当然切り替わってますし、その時の露光量、何十秒シャッターを開けてるかっていうのも、自動的に、検知してくれました。で、おおむね30秒で撮れてました。で、タイミングによっては10秒になる時もあったんですけれども、おおむね30秒でシャッターを切っていました。そうすると撮れたのがこれですね。もう iPhone で天の川を撮れる時代がついに来たかということでですね、驚きましたね。もう今までは本当にこういう大きな、カメラじゃないと天の川はもちろん星を撮るなんていうことはできなかったんですけれども、ついにこの時代が来たかなっていうことで本当に驚きました。真っ暗な夜空、肉眼でですね、かろうじて見えるぐらいの天の川をここまで鮮明にあぶり出してきたっていうのはやっぱり驚くべきことですね。そのうちですね、 iPhone 天の川フォトグラファーっていうのが出てくるんじゃないかなっていうぐらいですね、綺麗に撮れたのでびっくりしました。ちなみに今回このカメラで天の川を撮影しましたけれども、その時の設定についてちょっとお話しさせていただくと、シャッタースピードは12秒で、ISO が6400で、F 値は開放の 2.8 で撮りました。夜空のコンディションにもよってそこら辺の設定っていうのは全然違うんですけれども、そこら辺の設定ができるカメラであれば星空天の川っていうのは比較的簡単に撮れますので、興味のある方はぜひチャレンジしてみても面白いのかなというふうに思います。ちなみにもう一個言うとですね、今回その星空にフォーカスを合わせるのに、もちろんオートフォーカスでは合いませんのでマニュアルで、ピントを合わせるんですけれども、この SL2S っていうのはモニターが固定でソニー機みたいにフリップとかしないんですね。こっち側に向いたりとかしないんで、覗き込むのがちょっと位置的に厳しかったんですね。で、このファインダーから見て、ピントを合わせることにしたんですけれども、普通、最近だと星空の撮影する時にピントを合わせるのは大体モニターでやるのが主流かなっていうふうに思うんですけれども、なんでかっていうとモニターで見た方が星のピントが合ってるかどうかっていうのが分かりやすいからなんですね。で、逆にこのファインダー、電子式のファインダーだとそこら辺が分かりにくかったりするんですよ。なんでかっていうとファインダーの中のモニターのドット数がかなり低いので、ちょっと滲んで見えてしまったりとか、本当にピントが合ってるかどうかのチェックがしにくいんですよね。なんですけれども、今回この SL2S はファインダーを除いてピントのチェックをしましたけれども、ファインダーの映像がまた綺麗なのでバチッとピントを合わせることができましたね。なので本当にまさか私も予想だにしていなかったライカで星が撮れるっていうことに本当に驚いた撮影でした。ということで最後までご視聴ありがとうございます。この動画もしよろしければ高評価のボタン、そしてぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。